こんにちは、ココアタウンのコバです。こちらの動画で作っていく様子を見たいとリクエストをいただいたので、今日はこの畑エリアの作り方を解説していきます。完成が見たい方はこちらの動画を、もっと詳しく作り方を知りたい方はぜひ最後まで見ていってください。音の地形を生かした初心者さん向けレイアウト、それでは開拓スタートです。今回使う建築キットとアイテムを紹介します。野菜の種は各14個必要ですが、まだ揃ってない方はある分だけで進めても大丈夫です。飾り付けに使うアイテムはこんな感じ。ほとんどのアイテムがキラキラの浮島まで行けば手に入るものばかりです。飾り付けは自由なのであくまでも参考として見てください。いくつか紹介が抜けているものがありますが、その時はご愛嬌ということでお願いします。まずは畑から整えていきます。水を流すところから。この作業、一番最初しかできない工程なんですけど、好きなんですよね。もうやってしまっている人がほとんどだと思うので、懐かしいなぁという気持ちになりませんか？水がさらさら流れていく感じが綺麗で、ずっと見てられます。これだけでなんだか一気にいい感じになりますよね。次に欠けている部分をしっかり埋めていきます。この後、土で隠れてしまっている水路や畑の端っこを削って形を整えてあげます。こうして輪郭をはっきりさせてあげるだけで見た目がぐっと綺麗になります。整地が終わったらスプリンクラーを置いて畑を耕していくんですけど、皆さん気づきました？実はここスプリンクラーを置く場所が最初から用意されてるんです。こういうのを見つけるとレイアウトがさらに楽しくなっちゃいますね。畑を耕し終わったらバラバラだった苗を一旦抜いて同じ種類の野菜ごとに植え直していきます。今はまだトマトの苗が揃ってないので、ここは手に入ったら植える予定です。こうやって少しずつ揃っていく過程も
街づくりの醍醐味で楽しいですよね。たくさん耕してもらったのでお礼にどうぞ。次はこの辺りにメインのお家、石の家を建築していきます。とりあえず建築キットを置いてみて、この赤枠内にある不要なブロックを壊していきます。予想してみたんですが、なんかちょっと違ったので1マス左をさらに削りました。熱盛やってた人なら分かってくれると思うんですけど、一回置いちゃった時、最初やばって思いませんでした？建築キットは建て終わった後に家の下のブロックが壊せなくなっちゃうので、今のうちにしっかり整えておきます。石の家をポケモンたちに建築してもらいます。明日完了予定なので、お家の隣に風車を一つ先に建てちゃおうかなと思ったんですが怪力リーダーなのに遅刻してるんだけど。で、風車を建てようと思ったんですけど、お家ができてからバランスを見たかったので、とりあえず一旦整地しておきました。はい、完成しました。一丁上がりってリアルで言う人あんま見たことないな。ほんと怪力いいキャラしてますよね。石の家完成です。お家が建つと一気に華やかになりますよね。この深いグリーンと紫の相性もバッチリですね。一つ目の風車の場所はやっぱりもう一個後ろに下げて、ここで決定です。ちょっと怪力さ、遅れてきたくせに一番に帰ってる申し訳ないけど、まだまだ働いてもらいます。次は風車作りお願いします。2つ目の風車はこの左端に立てたいと思います。この辺がいいのでちょっと整地していきます。予想してみたら崖に食い込んでいたので1マス削って調節します。ここは正面から一番よく見える風車なので、土台を石でしっかり作って見栄えをアップさせていきます。ただ置くよりも土台があることでリアルな建築物っていう感じも出るような気がしています。3つ目の風車はこの辺に、水車を
この辺に立てたいんですが、左右が完成してからバランスを見て建築したいので、その前に桟橋を広げて畑を歩きやすくしていきます。この桟橋の道なんですけど、綺麗に並べて置くよりもこんな感じで向きを交互に変えておくのがポイントです。同じ向きで置くよりも道に立体感が出るというか、おしゃれな模様みたいでなんだか可愛くなります。次は階段周りを整えていきます。まずは全体のバランスを見ながら仮の場所に置いてみるんですが、やっぱりちょっと直しています。反対側も同じように作ったら、次は畑からお家につながる階段を設置していきます。そのままだと階段が置けないので、桟橋の板を置いてから階段を設置していきます。ここをブロックにしちゃうと水の流れが止まってしまうので注意してくださいね。最初は2マス幅で置いてみたんですけど、実際に置いてみると3マスにした方がバランスが良かったので3マスで作りました。反対側も同じく3マスで階段を設置して動線を確認しています。歩きやすくすることでこの畑にポケモンが遊びに来てくれる機会が増えます。次はここのスペース。少し寂しかったので石の小屋を建てることにしました。建築場所を決めて不要な崖を削り、予想をしてみたんですが、なんか違ったので左に1マスずらしました。この石の小屋の崖にめり込んだ感じに建てられるのがお気に入りなんです。ゴツゴツ山の雰囲気とも相性ぴったりですよね。地面をしっかり整えてから改めて建築キットを置いていきます。と、ここで一つ目の風車が完成しました。怪力、仕事が終わるとすぐ帰っちゃうので、すぐに次の仕事を依頼しておきます。今日は働かせっぱなしでごめんね。次は石の小屋をお願いします。反対側の風車もできましたね。なんか剛力水に浸かってる。一生懸命建築して汗かいちゃったのかな。お疲れ様です。風車のバランスは左右いい感じですね。エースバーンと剛力は仕事が終わって速攻帰宅です。ありがとね。多分今日はまだ後で働いてもらうんだけどね。そしたら続けて水車と3つ目の風車も
立てていこうと思います。ここで予想を見てみたら、右側の風車と高さが同じなのが気になったので、悩んで一段下げることにしました。これもちょっとしたコツなんですが、同じ高さで揃えるよりも景色に奥行きが出て、より自然で立体的な風景に見えるような気がしています。ここにも橋があった方が歩きやすいからつけておきます。そして早速ゴーリキーとエースバーンにまたお仕事をしてもらいます。水車も建築お願いします。建築が終わるまで道を整えていくことにします。ここは調理場にして、その横はちょっとした住宅スペースにするので、線路はその手前までにしておきます。住宅スペースを作るのにフクスロウの生息地を壊すことになるので、新しく建てたお家にお引っ越ししてもらいます。あ、今建築してもらってるんだった。お仕事中だけど一旦抜けさせてもらいます。すぐ戻るんでちょっとだけお願いします。お引っ越しが終わったので遠慮なく破壊。この石もと思ったけど残しておきたくなったので端っこに移動しておきました。石の小屋はここも掛けめり込みスタイルです。隣に石のお部屋を並べて、同じシリーズを並べておくと可愛くて好きなんですよね。もう一つは向きを変えて置いておきます。そんなこんなで水車と次の建築があるのでポケモンたちを確保しておきます。3つ目の風車も完成です。この2人にも本当に申し訳ないんだけど、休む間もなく働いてもらいます。いつか最高なお家を建てるので、それまで待っててね。水車と風車のおかげでだいぶ崖が隠れてきたけど、もう少し崖を隠したいので、この辺りに2箇所滝を流していこうと思います。1つ目の滝は水車より少し高めで、下の滝とずらしたところがいいかな。ちょっと整えて滝を流す場所を決めます。滝を流したら遠くからチェックしていきます。いいですね。2つ目の滝はちょっと高いところから、このくぼみにしようかな。
ちょっと登りすぎた。ここから流していこうと思うんですが、一旦滝の位置を確認したいので、ここで止まるようにしておきます。美味しいお水を飲んで、滝を流したら、下から一回確認してみます。いい感じだったので、そのまま下に流していこうと思います。滝は水路まで流れてほしくないので、そのまま下に流していきます。溺れる前に終わらせたい。無理でした。ここにも道があった方がいいなと思うので、桟橋をつけておきました。あ、生息地できた。どんなポケモンが来てくれるか楽しみですね。滝が流れるとさらに雰囲気がいい感じになります。次は木を植えて緑を増やしていきます。まだオイルになれないから木を植える位置がなかなか難しいです。位置を少しずつずらしながら植えていけばきっといい感じになると信じて、今植えられる場所にどんどん植えていっています。木を植えていたら石の小屋の完成です。次は階段からお家までの道を踏み石で開けていきます。この道ができていく瞬間が、整ってきたなって実感できるので結構好きです。ここにはレンガの階段を設置します。石の家の壁に使われている素材に合わせて階段もレンガを選んでみました。次に生垣を全体にバランスよく植えていきました。かなり華やかになりましたね。そして次はいよいよアイテムを飾っていきます。街づくりで一番楽しい時間ですよね。まずはキノコの街灯とキノコのランプを重ならないようにバランスよく置いていきます。畑を照らしてくれるように置いています。こういうランプ系は水車や風車の近くに置いてあげると建物をふんわり照らしている感が出て夜の雰囲気が良くなるのでおすすめ。あとは木箱、積み上げ藁を空きスペースに置いていきます。
ここにも置きたいので桟橋を設置して飾れるエリアを少し拡大しました。この手押し車は畑にぴったりなので外せませんよね。あ、また生息地ができました。土のうはどんな場所にも馴染む万能アイテムなのでたくさん置いていきます。この積み上げ藁の上に干し草の腰掛けを重ねるレイアウト好きなんですよね。葉っぱがちょんって出る感じがかわいい。焚き火も畑っぽいなと思うので少し設置していきます。バランスを見て置いたり取ったりまた置いたりしてますね。風車には登れるようにはしごを設置しておきます。ここにもこの積み上げ藁と干し草の腰掛けを置いていきます。石の小屋の隣にもドラム缶、木箱、土のうで飾っておきます。この滝の近くにも少し飾りを置いていきます。木箱、土のう、木の長椅子も設置してポケモンが休めるようにしておきます。ずっと嘘八がこのお家いい感じって言ってたのでここにお引っ越しさせてあげました。次にこのメインのお家周りを飾っていこうと思います。とその前に山掘り道具を置き忘れていたのでここに飾っておきます。これも畑っぽいアイテムで可愛いですよね。家の裏には電柱を設置しておきます。家の前にはガーデンライトを2つ置いてこのお家にも
壁掛けアイテムが飾れるのでリースを設置します。あとは積み上げ藁をたっぷり置いて畑エリアのおうち感を強めていきます。水桶に水を入れて置いておくのも畑っぽいかな。お家の近くには看板も置きたくなりますよね。フクスロウが住んでいるので止まり木も欠かせませんよね。もう一つ置いちゃおうかな。階段からお家までの道もしっかりつなげて巣箱も置いていきます。高さがちょっと違うアイテムを並べておくと可愛いですね。仕上げに干し草系のアイテムを重ねてボリュームと可愛さを出していきます。最後に郵便箱を置いてメインのお家周りの装飾は完成です。次にここに調理スペースを作っていきます。まずはお片付けと修復から始めていきましょう。壁が土のままだとちょっと変なので、おしゃれ床石で壁を入れていきます。ここに石の壁が見えるのが変だったので、土で隠して自然な感じにしておきました。
こからはキッチンアイテムをどんどん置いていきます。焚き火の上にフライパンと鍋を置くと、この鉄の台が自動で出てくるんですよね。これめっちゃ良くないですか？キャンプっぽくて可愛いですよね。今回はせっかくなのでやみらみイベントでゲットしたキャンプ鍋を使ってみました。めっちゃいい感じですね。もちろんやみらみイベントができなかった方はこの鍋でも全然可愛いです。仕上げにまな板を置いてすべての料理ができるキッチンスペースができました。ベースバーンに火をつけてもらいます。パン窯から煙がもくもくする感じも可愛いですよね。ちょっとアイテムを取りに行ってたらベースバーンが床で寝てました。お疲れ様。今日いっぱい頑張ってくれたもんね。かわいい。周りもキッチンっぽいアイテムで飾っていきます。ゴミ箱とかお掃除セットも置いていきます。メリープのスポンジがかわいいこのお掃除セット。木の実の時計はこれくれに交換してもらいました。樽の上にはこれもやみらびイベントでゲットしたオイルランタンを置いておきます。あとは安定の木箱と土のうを置きます。壁がのっぺりしないように窓をアクセントとしてつけてみました。窓の意味はないけど、まあいい感じですよね。飾り棚園芸を設置してポップなランプで明かりを確保します。木のテーブルと丸太の椅子を置いて、その上に料理もハンバーグにしました。ここが収穫した野菜を入れられるように収納ボックスに変更しました。せっかくなので少し野菜を入れておきます。この上が少し気になったので削って調節しておきます。最後にパーティーの壁飾りを飾って料理スペースの完成です。畑のすぐ近くに作ったので
収穫した野菜をすぐに料理ができて、とても便利なエリアになってます。次は石系のお家が並ぶミニ住宅エリアの飾り付けをしていきます。まずはキノコの街灯を左右対称になるように置いて、線路と道のバランスが気になったので、土の道を1マス広げました。ここにトロッコが止まってほしいので、遮断機を設置。また新しい生息地ができましたね。線路と石のお部屋が重なっているのが気になったので調節。石の柵で住宅エリアと道を仕切っていきます。お家までの道は踏み石を置いていきます。向きを少しずつ変えておくと、ちょっとおしゃれ感が増す気がしています。もうトロッコンが来てくれました。この子さ、そのまま線路を走ってくれるのが面白いんですよね。ここに飾り付けをしたいので、少し崖を削って安定の木箱、そして土のうを置いていきます。ポケモンたちはおもちゃを置くと喜んでくれるので、風車も置いておきます。木と生垣も植えていきます。ドラコンごめん、ちょっと邪魔だな。住宅スペースと線路の境目に柵も追加しておきます。ちょっと寂しかったので、かがり火で派手さをプラスしてみました。これで住宅スペースの飾り付けは終わりです。あとは道と線路を整えていきます。ここは線路を邪魔してしまっていたので、軽く整地。線路がつなげ終わりました。空きスペースを飾っていきます。みんなのボックスも置いておきたいですね。材料を入れておいて、ポケモンが一生懸命加工してくれるのを楽しみにしておきます。
土管も線路の雰囲気とよく合うので飾っていきます。そしてどこに置いても安定の可愛さ、干し草の腰掛けも忘れずに。ここにも土管を置いて矢印看板、草も消けちゃいます。木箱、土をドラム缶も置いておきます。そして本当に最後、ここに小さな駅を作ります。駅らしさを出したいので、まずは土台を作ります。金網の壁にデコボコ板をつけていきます。パブリックベンチ、スタンド看板、ざるを置いて、その上にランタン、仕上げにトロッコを設置したら小さな駅の完成です。線路があるとポケモンが遊んでくれるから楽しいエリアになりますよね。トロッコをつなげればポケモンと一緒に線路を走ることもできますよ。最後の最後の仕上げをしていきます。お花を空いてるところにたくさん植えて、どんどん華やかにしていきます。草や浮き草も生やして、ぐるぐるツタも忘れずに。苔も少し浮きました。枝を寂しいところに飾って、お花の色を少し変えてみたり、どんどん仕上げていくと、これで便利な調理場付き畑エリアがすべて完成です。本当はツタをたくさんつけたいんですけど、まだコイルに変身できないので、今日はこれでよしとします。いかがでしたでしょうか？かなり長くなってしまったんですが、最後まで見ていただき本当にありがとうございます。次回の動画はゴツゴツ山に作業場付きの倉庫を作る予定です。まだどこにも公開していない新しいエリアなので、楽しみに待っていただけると嬉しいです。どんより海辺やパサパサ荒野のリクエストをくださった皆さん、お待たせしてごめんなさい。結構ゴツゴツ山で街づくりにつまずいているという声が多かったので、まずはここをしっかり完成させて次に行こうかなと思っています。気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価で応援していただけるととっても励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。